カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、ふうかです。さて5月に入りました。この放送の日はゴールデンウィークの真っ只中ですね。いや、今年花粉がすごくなかったですか？春が来るとね、ちょっと外に出て運動しようかなという気分になるんですけど、ちょっと今年はね花粉がひどすぎて、それを理由に引きこもった春を過ごしております。で、私は、アレルギー体質なんですけど、もともとねスギ花粉ってそんなに花粉症は感じていなかったんですけれども、今年はね外に出るとなんか目がかゆくて、でこれ花粉症になっちゃったのかなと思ってアレルギーの薬を飲んだら、この目の症状で飲んだはずなのに喉のも鼻もねすごいすっきりしてきて、声が出しやすくなってですね、薬を飲んだことで実は喉も鼻も不調だったということに気づきました。で、ジョイジョイライフのゆかさんは結構ね花粉症がひどいようで、この間うちに来てインスタライブをしながらジョイジョイライフの収録をしたんですけど、もうその時もねすごい大きな薬を飲んでなんとかしのいでる感じでしたね。で、私もちょっと喉が重い感じが続いていて、でもラジオをたくさん撮ったり歌を撮ってるんで、それでちょっと使いすぎてるのかなと思ってたらですね、花粉症でしたね。で、やっぱアレルギーで粘膜が腫れてしまうとちょっと鼻声っぽくなったりとか声がかすれたりしてしまうんでね、花粉症がひどいシンガーの人は今年大変だったと思いますね。で、私も先月からずっと音源はレコーディングする1時間前にアレルギーの薬を飲んで、一番効いてる状態でね録音をしておりました。さて、今日から5月に入りましたので歌のテーマが変わります。5月のテーマは女性ボーカリストです。で、韓国に女性ボーカリストの人めちゃくちゃたくさんいるんで、若干このざっくりしているテーマではあるんですが、今月は4週すべて女性の歌をカバーしてまいります。で、今までリリースしてきたカバー曲ってほとんど全部ね男性の曲なんですね。唯一秋の童話の OST の回で歌ったリーズンという曲だけがもともと原曲女性の曲だったんですけど、それ以外はね全部男性の曲をカバーしてきたんですが、今月からはちょっと女性ボーカリストの方も解禁して歌っていこうかなというふうに思っております。私がなぜ女性ボーカリストの曲をあまりリリースしてこなかったかっていう話なんですけれども、まず単純に好きなボーカリストが男性に多いっていうのが一つ理由なんですけどね。あとはやっぱり女性が女性の曲をカバーするってなると、原曲もともとアーティストが歌っている曲とカバーしている人との距離が近くなるっていうことへの自信のなさみたいなのが正直あったんですよね。で、これはカバー曲をなぜ歌うのかっていう根源的な話になってくるんですけれども、基本的にはやっぱりそのプロの原曲の歌手の人が歌った曲があるので、それを聴けばいいんですよ。で、それを聴けばいいのにアーティストとしてあえてカバー曲というのを作品にするのだったら、何か原曲とは違ったテイストだったり、自分なりの歌い回しを入れたりカラオケ音源をちょっとオリジナルのものに工夫したりとかして、なんかこのカバーする人がこうやってアレンジするとこの曲もこうやって聞こえるんだなみたいな、原曲とちょっと違う部分の楽しみを提供したいっていう私の中にこだわりみたいなものが、あるってですね。で、それが男性曲をカバーした時の方が圧倒的に正直簡単なんですよ。やっぱり男性と女性の声っていうのはもちろん音程そのものも違いますし、響きのサイズもやっぱ男性の方が大きく響く、女性の方がまとまって響くみたいな感じでサイズも根本的に違ってきますので、単純に
に男性の曲を女性がキーを上げて歌うっていうだけで全然違うニュアンスに聞こえるんですね。これは逆もまたしかりですけど、女性曲を男性が歌うとまた違う雰囲気に聞こえたりとかねするんですよ。で一方でやっぱり女性曲を女性がカバーするっていう場合はやっぱりほぼキーも同じで歌うことが多いので、どうしてもね原曲との距離って近くなってしまうんですね。で歌い回しもやっぱり原曲を聴き込んでそれをこう真似ていくっていう感じになることも多いので、やっぱりその元のプロが歌っている音源と聴き比べた時により自分の歌の足りない部分っていうのが目立ってしまうんじゃないかっていう、自信のなさがあって、で実際には練習ではたくさん女性曲って歌ってるんですけれども、これまでね自分のカバー作品としてはリリースしてこなかったんですね。ただリスナーさんからリクエストでいただくのはやっぱり圧倒的に女性曲が多いんですよ。であと私の歌を、ずっと聴いてくれてる友人が何人かいるんですけれども、そういう方にもやっぱ原曲と比べて聴いてるんじゃなくて、単純に自分の好きな曲を風花ちゃんに歌ってほしいからリクエストが来るんでしょうというふうに、言われて、私のねこの歌い手側のマニアックなこだわりで女性ボーカル曲をやらないっていうのももったいないなというふうに思って、ちょっとねリリースできる準備をしてまいりました。で番組を4ヶ月間やってきて、だいぶねレコーディングとか収録のペースっていうのができてきましたので、今月から女性ボーカルの曲を徐々に解禁してまいります。そして話は変わって、今月は5月ということで、5月の初旬のイベントといえば日本ではね母の日がありますよね。日本は5月の第2日曜日が母の日となっております。で今年は5月1日もう1日目から日曜日だったので、ゴールデンウィーク明けの5月の8日日曜日が母の日になりますね。でそんなわけで今日はちょっと日本の母の日、それから韓国にも母の日はあるのかっていうような話を後半していきます。まず日本の母の日定番のプレゼントはやっぱお花ですかね。カーネーションのお花を贈ることが多いんじゃないかと思います。そして韓国にも母の日に当たる日っていうのはあるんですけれども、韓国の場合は母だけの日ではなくおぼいなるといって父母の日、両親の日というふうに言います。で韓国のこのおぼいなる両親の日に何をプレゼントするかとか、そういった話はねまた面白い話があるので次回、歌の会の時にちょっとお話ししようと思うんですが、この韓国のおぼいなる両親の日というのは毎年5月8日に固定なんですね。曜日がそれぞれ変わることはあるんですけれど、毎年5月8日っていうふうに決まってます。で日本のように日付の変動はしないんですけれども、今年はたまたま日本もその第2日曜日が5月8日に当たるので、日韓ともね同じ日になりました。そんなわけでちょっとね母の日の話をねしていこうと思います。まずね母の日の起源についてちょっと調べてみたら、この母の日っていうのはねアメリカから始まったそうです。なんと1910年ウエストバージニア州で始まって少しずつアメリカ全土に広まっていき、4年後の1914年にはウエストバージニア州の知事が5月の第2日曜日を母の日と決めますというふうに宣言して正式に母の日として制定されたそうです。なんでこの日本の日程もアメリカに基づいてますよね。この5月の第2日曜日ということですね。で母の日の起源となった出来事というのがあったそうで、まずねアン・シャービスさんっていう方がいらっしゃって、この方は戦争で負傷した人をケアしたりとか、衛生状態の改善に努めたりとかね、いわゆる看護師的な仕事をされてたんですかね。そうやって負傷した人、怪我した人とかを献身的にケアするという活動をされていた方でした。そしてその娘さんのアンナ・ジャービスさん、お母さんはアンさんです。娘さんはアンナさんですね。でこのアンナさんがお母さんが亡くなった2年後
の5月12日に亡きお母さんを追悼する会というのを教会で開いたそうです。言うと三周忌みたいなもんですかね、仏教で言うとね。でこの時に参列してくれた人にお母さんが好きだったカーネーションの花を配ったという出来事があったそうです。でこの出来事から5月の第2日曜日が母を思う日、母の日となって、このカーネーションが母の日のシンボルの花になっていったということだそうなんですよ。でもあんなジャービスさんが配ったのはね、白いカーネーションだったそうですよ。で日本では結構赤いカーネーションが定番のような気がするんですけれども、もともとはね白い花だったそうです。で母の日のプレゼントって皆さんどんなものを贈られてますかね。で私はですね実はあんまりカーネーションを贈ったっていうことはなくてですね、ちょっといい紅茶とかハーブティーとかそういうものをプレゼントすることが多いです。でプレゼントって結構いろんなスタイルがあると思うんですよ。例えばサプライズで何も言わずに相手の喜ぶだろうものを思って買って渡すとかね、そういうスタイルもあると思うんですけれども、私はね事前申告制を取ってもらってるんですよ。事前に何が欲しいですかっていうね希望を調査してから買うようにしています。で最初から、買いますよっていうことをオープンにしているんで、サプライズとか感動要素っていうのはちょっと減ってしまうんですけれども、やっぱコミュニケーションエラーがないですよね。相手が何が欲しいかっていうことを先に把握してからそれを買いに行くっていう方が、私にとっては楽なんですよね。で、私の母からよくリクエストがあるのはマリアージュフレールというお店の紅茶なんですね。マリアージュフレール、皆さんご存知ですかね。フランスの高級紅茶のブランドなんですね。で代表的な種類はマルコポーロっていう甘いベリーのような花のような香りがついてあるフレーバーの紅茶なんですけれども、このマルコポーロに限らずいろんなフレーバーの紅茶が売っているお店でございます。で全国の主要都市には実店舗があってですね、私は関西ローカルの話になるんですけど、大阪の阪急梅田か京都のバルっていうおしゃれなデパートがあるんですけど、そこに買いに行くことが多いんですけれども、インターネットでも取り扱っている店舗があるのでネットでも買うことができます。でマリアージュフレールの店員さんって高級ホテルのボーイさんみたいな服を着てらっしゃるんですよ。制服が多分そうなんですよね。で結構ね高身長でイケメンの方が多いように思います。なんとなく韓国ドラマの舞台になりそうなそんな雰囲気があるので、ぜひ実店舗がお近くにある方は行ってみてください。そしてその実際の店舗に行くとですね、大きな缶に茶葉がねたくさん入ってるんですよ。でそれがずらーっと並んでるんですね。で実際に缶を開けて香りを試すことができるんですけれども、どれもねとっても華やかな香りがして、もうね匂い嗅いでるだけでも幸せな気持ちになります。そしてフレーバーが苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう香りのついてるお茶が苦手な方はノンフレーバーのダージリンティーっていうのもあるんですよ。でマリアージュフレールは本当に紅茶そのものもとっても美味しいんですよね。でこれ別にマリアージュフレールの案件っていうわけでも回し物っていうわけでもないんですけど、ちょっと贅沢な紅茶のプレゼントっていうのこれおすすめです。で私は今年はねホワイトエレファントというねライチフレーバーの紅茶をプレゼントする予定でございます。これも事前調査してね、それ買ってきてっていう風に言われたんで、買いに行くだけなんですけれども、そんなねマリアージュフレールの話今日してまいりましたが、今日は今月のテーマ女性ボーカリスト、それから母の日の話をちょっとさせてもらいました。で今週の歌の回ではお母さんにまつわる歌をお届けする予定でございます。またですね、概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月リクエスト企画に向けてリクエストを募集中でございます。また YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。
よし、15分ぴったりでいい感じですね。